はい、今回はトドマツの松ヤニで練り粉を作りました。いやね、練り粉はね、結構昔からやりたかったんですよね。タブ粉を使ってね、あとはですね、匂いのする木だとかね、いろんなものを入れていくんですけども、今回はですね、トドマツのね、松ヤニをね、入れてみたんですよね。するとですね、すごくね、なんだろう、爽やかな香り、ちょっとねやっぱね柑橘系の香りがねするんですよね。で今回ね松ヤニそのまま入れてしまうととってもね松ヤニ臭くなってしまうので、松ヤニをね火を通してね不純物を飛ばしてレジンっていうね状態の松ヤニにしました。するとねもうネバネバしないんですよね。そうなるとねレジンのね松ヤニはねレジン化した松ヤニはネバネバしないんですよ。あとそれをね粉々にして、タブ粉と練り合わせたっていうそれだけなんですけど、香りがね、これはいいね。癒されますね。トドマツのこと好きな人はこれまず絶対好きですね。めちゃくちゃいい香りですね。トドマツの燃やした匂いとかそういうのではないです。ちゃんとトドマツの香りがしますね。トドマツの練り粉、これ大成功ですね。これまだ1週間ぐらい乾燥させてるだけなんですけども、これはねもっと乾燥させないといけないと思いますね。本当に何ヶ月も、じゃないとねやっぱね消えてしまったりしますね。しっかり乾燥させないとずっと長持ちするお香にはならないかなって。結構ねしっかりしたお香を作るには結構時間はかかるかなという形ですね。松屋にねお香の材料にねあんまし使われないんですけども、入れすぎなければとてもねいい感じの香りしますのでね、ぜひね試してみてはというような香りでございました。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。このチャンネル面白かったなっていう人はぜひチャンネル登録、評価ボタン、コメントの方よろしくお願いします。それではまた、バイバーイ。